どうや、あいつらおもろいこと考えよったやろ。団体戦。チームの垣根を越えて仲間と勝利を分かち合う。ロードトゥーレジェンドの長い戦いがあったからこそできる勝負だ。はーい、僕は賛成。他のチームと組むのも楽しそうだし、お祭りだって言うならあかん奴らがいないとね。おうよ、ぶっちゃけりのポイント稼いで格の違いってもんを見せつけてやんねえとな。俺もいいと思う。勝てば賞金が入る。組のためにもなる。そう言うてくれると思ったわ。せやからあかん奴らは参加するて一も二もなく伝えてきた。というのもな、ちーと訳があるんや。もう子供扱いせえへん。お前らにはそう約束したからな。ここからは大人の話。綺麗事じゃ済まされへん。それでもええか？いいぜ。覚悟はある。話して。これを見てくれ。それ。ああ、親父の手帳や。生前肌身離さず持っとったの見たことあるやろ。だが事件の後、警察から返却された遺品にこの手帳はなかった。探しても見つからず、襲撃時何者かに奪われたものと考えていたんだが。じゃあどうして？少し前に事件のあったあのビル、老朽化で解体したやろ。おう。どこを探しても見つからんはずや。親父のやつ、こいつをな、壁ん中に埋めとったんや。そうまでして隠したっちゅうことは何かある。そう思って中を見たら、どえらいことが書いてあった。中身は親父の備忘録。まあ日記のようなもんや。表に出せへん取引、会合の相手、金銭の授受。まあ几帳面に書いてあったわ。とても極道の親分の手帳には見えへんて。手帳にはもちろん、アルター・トリガー社との取引の詳細も書かれていた。その中で、親父が探り出した真実も。真実。ああ。アルター・トリガー社は、身寄りのない子供たちを使って、非人道的な実験をしていたんだ。地図にも載っていない秘密の施設、その存在も突き止める直前だったらしい。マジかよ。親父が取引から手引いたんは、それが理由や。ここにな、懺悔の言葉とともに綴られとったわ。罪のない子供を食いもんにする。知らぬこととはいえ、道に外れる行いに加担した。悔いても悔やみきれん。とな。その頃から知りすぎた人間として命を狙われる覚悟もしとったようや。せやから証拠となるこの手帳を事務所の壁に埋めた。自分に何かあっても連中の手に渡らんようにな。覚えてないか？あの頃、何かと用事を言いつけられて、5人揃って外に出ることが多かったの。
実際、あの時も。まさかそれって。ああ。襲われることを予感して、せめて私たちだけでも守ろうとした。今思うと、そうとしか。さて、こっからが本題や。親父が弾を取られたわけは分かった。次は、誰がそれを命じたか。真の黒幕は誰か。いや。この手帳に、ちゃんと書いてあったで。親父の几帳面さに感謝やな。ファントメタルの研究、さらにはアルタートリガー社の発足にも深く関わり、己は決して表に出ることなく、裏で非道な研究を支え続けた男。その男の名は、勅使河原幸三。勅使河原といえば、代々続く政治家の家系や。幸三自身は、華々しい経歴を残すことなく、議員を引退したと言われとるが、あえて表に出えへん選択をしたと、俺は睨んどる。実際、奴は政財界に太いパイプを持ち、日本の政治を陰で動かすドン。今もそう恐れられとるらしい。時の総理すら頭が上がらん男やとな。指先一つで邪魔者を消せる大物や。親父もまあ、どえらい奴を敵に回したもんやな。じゃあ、親父たちを殺したのは。実際に手を下したのは、勅使河原から直接。いや、それはないな。間接的に依頼を受けたヒットマンだろう。奴ほどの力があれば、事後、警察上層部に圧力をかけて、捜査を打ち切らせることなど容易だ。おそらく、襲撃の実行犯は、海外に逃がされたか。あるいは、すでに口封じされた可能性も。許せない。ああ、その通りや。もとより、鉄砲玉に復讐する気なんてあらへん。俺らが狙うのは、一番悪い奴の首だけや。どんな手使うても、奴を潰す。二度と日の目が拝めんよう、きっちりけじめつけさす。ええな。はい。おう。わかった。仇は取る。すまん。なごなったな。話を戻すで。おう。次の、バトルのことだったよね。せや。こん手帳の存在で、勅使河原とアルタートリガー社がズブズブやっちゅうことは証明できる。なら、それを表に出せば。そう簡単にはいかへん。殺された極道が残した手書きの文章なんぞ。信用どころか妄想扱いされるのがオチや。今、マスコミにリークしても、あっという間に握りつぶされる。奴の力をもってすれば、既存の報道機関を操ることなど、朝飯前だ。じゃあ、どうすりゃいいんだよ。勅使河原の悪事すべてを明らかにし、徹底的に潰すためには、もっと確実な証拠が必要や。
確実な証拠。ああ。否定しきれないほどの物量の証拠を、一気に奴らが阻止できない方法でぶちまける。んなこと、できんのか？やる。しかないやろ。それでもはいそうですかと、潰れてくれる相手ではないやろうがな。とにもかくにも、まずは、復讐の第一歩を踏み出すことが重要や。勅使河原の息がかかった企業の中で、銀星会ちゅうのがある。資金集めのための、要するにフロント企業や。元は医薬品などを扱う会社だったが、なぜかここ最近、急に規模を拡大して、畑違いの音楽事業にまで手を広げている。それって。この銀星会が表向き解体したアルタートリガー社の隠れ蓑になっとる。俺らはそう睨んどる。今回の大会が始まれば世間の注目が集まることは必至。奴らも当然興味を持つはずや。それを利用して彼らと接触する。銀星会の懐に入ることができれば、新たな証拠、アルタートリガー社を解体した時に秘匿された違法行為の証拠を入手できるかもしれない。ええか？俺はそのために今回の大会を利用する。けどそれを音楽に対する冒涜とは思わへん。目的のためには生も濁も合わせ飲む。それがあかんやつら。俺らの流儀や。幻影ライブと同じやな。己の命を惜しめば、その先一歩も進まれへん。欲しいものも得られへん。喝采も、名誉も、金も、復讐も。そんなの、初めからじゃねえか。そうだよ。僕らそのためにあかん奴らになったんでしょ。これまでと同じ。何も変わらない。君たち。ほな、覚悟はええな。親父の仇は取る。ついでに金と名誉もがっぽりいただく。二頭追って二ととも得る。手は抜かへんで。人生は一度きりの祭りや。ギラギラ派手に、欲深く、潔く、己の道を歌い踊ってご機嫌に駆け抜ける。あかんやつら、腹くくっていくで。